皆さん、こんにちは。私のチャンネルへようこそ。3世代で暮らしてると価値観の違いが顕著に出るよな。3世代で暮らしてると価値観の違いが顕著に出るよな。3世代で暮らしてると価値観の違いが顕著に出るよな。親と同居すると何かと気を使うことが多くなる。親と同居すると何かと気を使うことが多くなる。親と同居すると何かと気を使うことが多くなる。祖父母がいると助かることも多いけど、世代間ギャップが大きいよね。祖父母がいると助かることも多いけど、世代間ギャップが大きいよね。祖父母がいると助かることも多いけど、世代間ギャップが大きいよね。家族が多いと、誰が何をするかで揉めることが結構ある。家族が多いと、誰が何をするかで揉めることが結構ある。家族が多いと、誰が何をするかで揉めることが結構ある。長男だからって家を継ぐのが当たり前って考え、そろそろ変わるべきじゃないか？長男だからって家を継ぐのが当たり前って考え、そろそろ変わるべきじゃないか？長男だからって家を継ぐのが当たり前って考え、そろそろ変わるべきじゃないか？親戚付き合いが大変すぎて、正直ストレスがたまる。親戚付き合いが大変すぎて、正直ストレスがたまる。親戚付き合いが大変すぎて、正直ストレスがたまる。育児を親に頼れるのは助かるけど、口出しが多いのが悩みどころ。育児を親に頼れるのは助かるけど、口出しが多いのが悩みどころ。育児を親に頼れるのは助かるけど、口出しが多いのが悩みどころ。同じ家に住んでても、家族それぞれの考え方は全然違うよな。同じ家に住んでても、家族それぞれの考え方は全然違うよな。同じ家に住んでても、家族それぞれの考え方は全然違うよな。共働きだと、子育ての負担をどう分担するかが大きな課題だよね。共働きだと、子育ての負担をどう分担するかが大きな課題だよね。共働きだと、子育ての負担をどう分担するかが大きな課題だよね。子どもの教育方針について、祖父母と意見が食い違うことがよくある。子どもの教育方針について、祖父母と意見が食い違うことがよくある。子どもの教育方針について、祖父母と意見が食い違うことがよくある。世代が違うと、家事のやり方一つとっても意見が合わないことがある。世代が違うと、家事のやり方一つとっても意見が合わないことがある。世代が違うと、家事のやり方一つとっても意見が合わないことがある。親の介護を兄弟でどう分担するか、そろそろ真剣に話し合わないと。親の介護を兄弟でどう分担するか、そろそろ真剣に話し合わないと。親の介護を兄弟でどう分担するか、そろそろ真剣に話し合わないと。
長男だからって親の面倒を全部見るのはちょっと不公平じゃない？長男だからって親の面倒を全部見るのはちょっと不公平じゃない？長男だからって親の面倒を全部見るのはちょっと不公平じゃない？嫁姑問題って今の時代でもやっぱりなくならないんだな。嫁姑問題って今の時代でもやっぱりなくならないんだな。嫁姑問題って今の時代でもやっぱりなくならないんだな。子供が独立したら夫婦二人の生活に戻るはずだったのに、親の介護が始まった。子供が独立したら夫婦二人の生活に戻るはずだったのに、親の介護が始まった。子供が独立したら夫婦二人の生活に戻るはずだったのに、親の介護が始まった。家族が増えると、家計のやりくりがますます大変になる。家族が増えると、家計のやりくりがますます大変になる。家族が増えると、家計のやりくりがますます大変になる。孫を甘やかしすぎる祖父母と、厳しく育てたい親との間で板挟みになることが多い。孫を甘やかしすぎる祖父母と、厳しく育てたい親との間で板挟みになることが多い。孫を甘やかしすぎる祖父母と、厳しく育てたい親との間で板挟みになることが多い。お年寄りと若い世代で家に求めるものが全然違うんだよね。お年寄りと若い世代で家に求めるものが全然違うんだよね。お年寄りと若い世代で家に求めるものが全然違うんだよね。兄弟が多いと遺産相続の時にトラブルになりがち。兄弟が多いと遺産相続の時にトラブルになりがち。兄弟が多いと遺産相続の時にトラブルになりがち。家族の人数が多いと食事の準備が本当に大変だよ。家族の人数が多いと食事の準備が本当に大変だよ。家族の人数が多いと食事の準備が本当に大変だよ。一緒に住んでるからこそちょっとした気遣いが輪ぎじになる。一緒に住んでるからこそちょっとした気遣いが輪ぎじになる。一緒に住んでるからこそちょっとした気遣いが輪ぎじになる。親が年を取ると逆に子供が世話をする立場になるんだな。親が年を取ると逆に子供が世話をする立場になるんだな。親が年を取ると逆に子供が世話をする立場になるんだな。祖父母に育てられた子供はやっぱり少し価値観が違う気がする。祖父母に育てられた子供はやっぱり少し価値観が違う気がする。祖父母に育てられた子供はやっぱり少し価値観が違う気がする。世代ごとに経済的な価値観が違いすぎてお金の話が噛み合わないことが多い。世代ごとに経済的な価値観が違いすぎて、お金の話が噛み合わないことが多い。世代ごとに経済的な価値観が違いすぎて、
お金の話が噛み合わないことが多い。昔の人は家族のために我慢するのが当たり前って思ってるけど、今は違うよね。昔の人は家族のために我慢するのが当たり前って思ってるけど、今は違うよね。昔の人は家族のために我慢するのが当たり前って思ってるけど、今は違うよね。親と仲が良いのはいいことだけど、距離感も大事だと思う。親と仲が良いのはいいことだけど、距離感も大事だと思う。親と仲が良いのはいいことだけど、距離感も大事だと思う。介護って実際にやってみると想像以上に大変なんだよな。介護って実際にやってみると想像以上に大変なんだよな。介護って実際にやってみると想像以上に大変なんだよな。家族全員の予定を調整するのが本当に難しい。家族全員の予定を調整するのが本当に難しい。家族全員の予定を調整するのが本当に難しい。子供を育てるのも大変だけど、親を支えるのも同じくらい大変だよね。子供を育てるのも大変だけど、親を支えるのも同じくらい大変だよね。子供を育てるのも大変だけど、親を支えるのも同じくらい大変だよね。大家族の良さって、やっぱり何かあった時に支え合えることだよね。大家族の良さって、やっぱり何かあった時に支え合えることだよね。大家族の良さって、やっぱり何かあった時に支え合えることだよね。新世代は近くに住めばいいって言うけど、それが難しいこともあるんだよな。新世代は近くに住めばいいって言うけど、それが難しいこともあるんだよな。新世代は近くに住めばいいって言うけど、それが難しいこともあるんだよな。親と同居してると、家のルールが増えてちょっと窮屈に感じることがある。親と同居してると、家のルールが増えてちょっと窮屈に感じることがある。親と同居してると、家のルールが増えてちょっと窮屈に感じることがある。結婚したら親との関係が変わるのは、ある意味仕方がないことだよね。結婚したら親との関係が変わるのは、ある意味仕方がないことだよね。結婚したら親との関係が変わるのは、ある意味仕方がないことだよね。家族だからこそ遠慮がないって言うけど、それが逆にしんどいこともある。家族だからこそ遠慮がないって言うけど、それが逆にしんどいこともある。家族だからこそ遠慮がないって言うけど、それが逆にしんどいこともある。親が子供の人生にどこまで口を出すべきなのか、いつも悩む。親が子供の人生にどこまで口を出すべきなのか、いつも悩む。親が子供の人生にどこまで口を出すべきなのか、いつも悩む。昔の家族のあり方と今の家族の形、どっちが幸せなんだろうね。昔の家族のあり方と今の家族の形、
どっちが幸せなんだろうね。昔の家族のあり方と今の家族の形、どっちが幸せなんだろうね。親戚が集まると、いつも誰かしらの人生相談が始まる。親戚が集まると、いつも誰かしらの人生相談が始まる。親戚が集まると、いつも誰かしらの人生相談が始まる。各家族が増えてるけど、多世代で暮らすメリットもあるんだよな。各家族が増えてるけど、多世代で暮らすメリットもあるんだよな。各家族が増えてるけど、多世代で暮らすメリットもあるんだよな。親の老後について話し合うのって、なんとなく気が重いけど避けて通れない。親の老後について話し合うのって、なんとなく気が重いけど避けて通れない。親の老後について話し合うのって、なんとなく気が重いけど避けて通れない。家族のためにって言葉、時々プレッシャーに感じることがある。家族のためにって言葉、時々プレッシャーに感じることがある。家族のためにって言葉、時々プレッシャーに感じることがある。実家に帰るとほっとするけど、長くいるとちょっと疲れるんだよね。実家に帰るとほっとするけど、長くいるとちょっと疲れるんだよね。実家に帰るとほっとするけど、長くいるとちょっと疲れるんだよね。兄弟間で家族への考え方が全然違うと、話がまとまらなくて困る。兄弟間で家族への考え方が全然違うと、話がまとまらなくて困る。兄弟間で家族への考え方が全然違うと、話がまとまらなくて困る。祖父母と暮らすと、昔ながらの風習が残ってて面白いよね。祖父母と暮らすと、昔ながらの風習が残ってて面白いよね。祖父母と暮らすと、昔ながらの風習が残ってて面白いよね。家族のために仕事を頑張るのは大事だけど、自分の時間も大切にしたい。家族のために仕事を頑張るのは大事だけど、自分の時間も大切にしたい。家族のために仕事を頑張るのは大事だけど、自分の時間も大切にしたい。育児は母親だけの仕事じゃないって、もっと広まってほしいよね。育児は母親だけの仕事じゃないって、もっと広まってほしいよね。育児は母親だけの仕事じゃないって、もっと広まってほしいよね。うちの家族ルールは他の家庭には通じないってことを結婚して初めて知った。うちの家族ルールは他の家庭には通じないってことを結婚して初めて知った。うちの家族ルールは他の家庭には通じないってことを結婚して初めて知った。家族がいると心強いけど、その分責任も増えるよな。家族がいると心強いけど、その分責任も増えるよな。家族がいると心強いけど、その分責任も増えるよな。一緒に住んでると、些細なことでもイライラしちゃうことがある。一緒に住んでると、些細なことでもイライラしちゃうことがある。
一緒に住んでると、些細なことでもイライラしちゃうことがある。年齢を重ねると、家族の役割も自然と変わっていくんだな。年齢を重ねると、家族の役割も自然と変わっていくんだな。年齢を重ねると、家族の役割も自然と変わっていくんだな。家族のあり方って時代によってどんどん変わっていくもんだよね。家族のあり方って時代によってどんどん変わっていくもんだよね。家族のあり方って時代によってどんどん変わっていくもんだよね。もし私のチャンネルが気に入ったら、ぜひチャンネル登録してください。では、次の動画でお会いしましょう。